1866年1月、京都のある屋敷で、歴史を変える一枚の誓約書が交わされた。そこに名を連ねたのは、犬猿の仲だったはずの2つの藩、薩摩と長州。わずか2年前、この2藩は京都で刃を交え、殺し合っていた。それほどまでに憎み合っていた両者が、なぜ手を結んだのか。この同盟がなければ、明治維新は起こらなかったとさえ言われている。今日はその真実に迫っていく日。薩長同盟が結ばれるまでには、単なる仲直りでは説明できない複雑な需要があった。今回は3つの視点で解説する。第1の視点、8月18日の政変と金門の変。薩摩と長州はなぜ殺し合う仲になったのか。第2の視点、第一次長州征伐と4カ国艦隊。長州はどん底で何を学んだのか。第3の視点、坂本龍馬の仲介。犬猿の仲をどうやって結びつけたのか。順番に見ていこう。まず、薩摩と長州がなぜ敵になったのか、その経緯から見ていこう。幕末の京都は、尊皇攘夷を掲げる長州藩が主導権を握っていた。長州は天皇を担ぎ、外国を追い払えという攘夷の急先鋒だった。しかし1863年8月18日、事態が急変する。薩摩藩と会津藩が手を組み、長州勢力を京都から追い出すクーデターを決行した。世に言う8月18日の政変だ。長州は御所への出入りを禁じられ、京都から追放された。面目を失った長州藩士たちは、これを深く恨んだ。そして翌1864年、長州は失地回復を狙い、大軍を率いて京都に攻め上る。御所の門の一つ、浜栗御門付近で薩摩会津などの幕府側と激突した。これが金門の変だ。この戦いで長州軍は敗北し、多くの藩士が命を落とした。しかもこの戦いは天皇の住む御所に向かって発砲したという重大な罪に問われた。長州は朝敵、つまり天皇の敵という汚名を着せられてしまう。薩摩にとって長州は御所に弓を引いた許しが大敵。長州にとって薩摩は自分たちを裏切り京都から追い出した憎き相手。この時点で両藩の間には深一の因縁が刻み込まれていた。まず長州がどん底に落ちた経緯を見ていこう。金門の変で朝敵となった長州に幕府はさらに追い打ちをかけた。諸藩の兵を集め、長州を討伐する第一次長州征伐を発動したのだ。さらに同じ頃、長州はイギリス、フランス、アメリカ、オランダの4カ国艦隊から下関を砲撃されていた。攘夷を叫んで外国船を砲撃した報復だった。陸からは幕府の大軍、海からは列強の艦隊。長州はまさに内外から挟み撃ちにされた状態だった。藩内では幕府に恭順すべきだという保守派が主導権を握り、戦を主導した家老たちは切腹させられた。長州は完全に屈服したかに見えた。しかし、ここから長州は驚くべき立ち直りを見せる。高杉晋作という若き藩士が立ち上がった。高杉は身分を問わず農民や町人まで集めた騎兵隊という新しい軍隊を作っていた。1864年末、高杉はわずかな兵で藩の実権を握る保守派に対してクーデターを起こす。これに成功し、長州藩の方針は倒幕へと大きく舵を切った。さらに長州は4カ国艦隊との戦いで痛感した教訓を生かした。攘夷は不可能だ。西洋の武器と技術を取り入れなければ生き残れない。長州は密かに武器の近代化を進め始めた。しかし大きな壁があった。朝敵とされた長州は幕府から武器の購入を禁じられていたのだ。最新式の銃が喉から手が出るほど欲しくても、正規のルートでは手に入らない。長州は孤立無援のまま、
次に迫る幕府の攻撃に備えなければならなかった。ここで登場するのが土佐藩を脱藩した浪人坂本龍馬だ。龍馬は特定の藩に属さない立場を生かし、日本中を奔走していた。龍馬が目をつけたのは長州の弱点と薩摩の事情だった。長州は武器が欲しいのに買えない。一方、薩摩は軍艦や武器を買うだけの資金力はあったが、長州で豊富に取れる米が不足していた。薩摩も表向きは幕府側だったが、内心ではこのままでは日本が列強の植民地にされかねないという危機感を強めていた。そこで龍馬は自らが設立した商社亀山社中を使い、あるアイデアを思いつく。薩摩の名義で武器を買い、それを長州に渡す。代わりに長州は薩摩に米を送るというものだ。これなら幕府の目をごまかしながら、長州は武器を、薩摩は米を手に入れられる。表向きは薩摩が英国商人から買ったという体裁を取ればいい。この裏取引を通じて、長州は最新式のライフル銃、ミニ英銃などを大量に入手した。これが後の幕府軍との戦いにて、長州が驚異的な強さを発揮する土台になる。武器の取引をきっかけに、犬猿の仲だった両藩の間に、初めて実務的なつながりが生まれた。しかし、それだけで政治的な同盟にまで発展するには、まだ大きな溝があった。そしていよいよ、薩長同盟が結ばれる瞬間について見ていこう。1866年1月、京都の薩摩藩邸に、長州の代表桂小五郎が呼ばれていた。薩摩側の代表は、西郷隆盛だ。本来なら、ここで同盟交渉が始まるはずだった。しかし驚くことに、両者は何日経っても、肝心の同盟について切り出そうとしなかった。長州の桂は、かつて京都を追われた屈辱から、薩摩に頭を下げてまで同盟を頼む気にはなれなかった。薩摩の西郷も、あえて話を切り出さず、様子を伺っていた。両者ともプライドが邪魔をして、話が一向に進まなかったのだ。そこに、龍馬がやってくる。龍馬は交渉が何も進んでいないことに驚き、桂を問い詰めた。一体何のために京都に来たのか。桂は本音を明かした。長州から頭を下げて同盟を頼むことは、藩の維持としてできない。これを聞いた龍馬は、すぐさま西郷のもとへ向かい、直接掛け合った。龍馬の仲介によって、ようやく両者は本題に入る。そして1866年1月21日、正式に薩長同盟が締結された。内容は、軍事的な相互援助や朝廷幕府への対応など、6か条からなるものだった。表向きの名目は討幕ではなく、長州の冤罪を晴らすための協力だったが、実質的には反幕府勢力の軍事同盟だった。この同盟の効果はすぐに現れる。同じ1866年、幕府は再び長州を攻める第二次長州征伐を開始した。しかし今度の長州軍は以前とはまるで違った。薩摩から仕入れた最新兵器と高杉晋作が作り上げた騎兵隊の機動力によって長州は各地で幕府軍を打ち破った。さらに薩摩はこの征伐に兵を出すことを拒否した。これは事実上幕府に対する反旗だった。天下の情勢はこの同盟を境に大きく傾き始めたのだ。改めて整理してみよう。なぜ犬猿の仲だった薩摩と長州は手を結ぶことができたのか。第一に共通の敵の存在だ。両藩とも心の奥ではこのままでは日本が列強に飲み込まれるという危機感を共有していた。第二に利害の一致だ。武器が欲しい長州と米が欲しい薩摩、この現実的な利益が感情的な対立を超える接点になった。第三に坂本龍馬という第三者の存在だ。藩に属さない立場だからこそ
どちらのプライドも傷つけずに間を取り持つことができた。歴史が動くとき、そこには往々にして当事者だけでは越えられない壁を乗り越えさせる誰かの存在がある。薩長同盟は単なる仲直りではなかった。憎しみを乗り越え、それぞれの利害を冷静に見極めた末の極めて戦略的な選択だったのだ。そしてこの同盟こそが年後の明治維新への扉を開くことになる。今日のまとめをしておこう。薩摩と長州は8月18日の政変と金門の変で決定的に敵対した。しかし長州は高杉晋作の改革でどん底から立ち直り、坂本龍馬の仲介によって薩摩と手を結んだ。1866年1月、薩長同盟の成立によって倒幕への流れは決定的なものとなった。あなたは龍馬の仲介がなくてもいずれ薩摩と長州は同盟していたと思うだろうか。ぜひコメントで教えてほしい。次回は坂本龍馬の真実に迫る。日本を動かしたこの男はなぜ暗殺され、そしてなぜ英雄として語り継がれるのか解説していく。チャンネル登録と高評価よろしくお願いします。また次の動画で会いましょう。